はい、セリカさんです。今回は部屋が狭くてガンプラを飾る場所に困っている方向けに本棚を使った飾る場所の増設方法を紹介します。お財布にも優しいように主に100均のセリアの商品を使っています。それでは早速紹介していきます。先に今回やる作業のイメージをしやすいように参考にした商品を紹介します。といってもかなり前に買ったものなので商品の名前や値段は忘れてしまいました。今回はこれみたいに本棚の横にセリアの商品で増設していきます。まずはこの木材と L 字の金具を使って増設していきます。木材の大きさが 45cm×12cm×1cm で表面の触り心地は非常に滑らかな商品です。金具は4個入りで木ネジも付属しているのでこれを使って本棚に固定します。この木ネジで十分固定できますが気になる人はホームセンターなどで好きな大きさのネジを購入してください。また小さいので落とさないように注意しましょう。金具の位置を決めて木材を取り付けていきます。取り付けする本棚の大きさを測って位置を決めてください。自分はマジで何も考えないで取り付けしたので後で困りました。木ネジはプラスドライバーで取り付けできますが最初は木材にねじ込んでいくのが大変なので霧などで下穴を開けれる場合はやった方がスムーズに作業できます。結構下に力を入れながらネジを回したので手が疲れました。木材に金具を取り付けたら同じ要領で本棚の横にも取り付けていきます。木材に取り付ける時よりもやりにくいので怪我しないように気をつけてください。映像のように何も考えないで金具の位置を決めると本棚に取り付けできない金具が出るのでしっかり本棚の大きさを確認してから金具は取り付けてください。取り付けが終わったらガンプラを置いてみましょう。ガンプラの大きさによりますが HG サイズならだいたい3から4体ぐらい置けるようになります。ただバックパックが大きいガンプラやアクションベース次第で置けない場合があるので置く予定のガンプラは選別した方がいいです。一応 MG サイズのガンプラも置いてみます。エクリプスみたいなバックパックが小さいガンプラならポージング次第では置くことは可能です。アクションベースをなくして立たせるだけならもっと余裕があると思います。ペニーチェのようなバックパックが大きいガンプラは羽を広げて飾ると本棚と干渉して置けないです。ドムみたいなシンプルなガンプラなら余裕を持って飾れます。 MG サイズだとバックパックが小さいガンプラで2体ぐらいが限界でした。取り付けた木材に置いたガンプラですが不安定で本棚にぶつかった時の振動で落ちたりするかもしれないのでセリアで売っていた磁石を使ってガンプラを固定します。やることは単純で磁石を木材とガンプラの足の裏に貼り付けるだけです。磁石の裏には両面テープが付いているのでそのまま貼り付けることができます。今回はこの大きさの磁石を購入しましたがいろいろな大きさの磁石が販売されているのでガンプラに合った大きさのものを購入してください。あとは木材に貼り付けた磁石の上にガンプラを置けば磁石同士で固定されます。もし金属の板とかあればそれと磁石を使えば同じようなことができます。さすがに大きい振動には耐えられないですが本棚に軽くぶつかったくらいなら耐えられるのでこれに限らず落下が心配な方はやっておいた方がいいです。次に紹介するのはアクリルウォールラックという商品です。この商品の大きさは 20cm×7cm と先ほどの木材より小さいので HG サイズのガンプラしか置くことができないです。透明なアクリルなので本棚の外見を気にしないで付けられます。この商品には木ネジが付属していないのでセリアで購入した木ネジを使用して取り付けます。この木ネジセットには色々な大きさのネジが入っているのでその中からウォールラックの穴にあったネジを使います。取り付けはさっきの木材の時と同じです。取り付け穴が上にあるので取り付け作業はやりやすいですが木ネジが本棚に入るまでが大変なのは変わらないです。取り付け位置を確認したら一度木ネジだけで穴を開けてからウォールラックを取り付けた方がやりやすいと思います。取り付けが終わったらガンプラを置いて確認します。 HG サイズだと2体が限界で奥行きも少ないのでバックパックの大きさもだいぶ制限されます。セカンド V のバックパックぐらいでギリギリなのでこれ以上の大きさのものは置けないです。ちなみにこれも足の裏に磁石を貼り付けて固定しています。初代ガンダムみたいな大きさのバックパックならかなり余裕があります。バックパックでも横の大きいものなら置けるかもしれないので購入前に設置するガンプラの大きさは確認しておきましょう。またマスターグレードサイズの設置は無理なのでここでは確認しませんでした。最後に紹介するのはインテリアコーナーディスプレイラックでこれは商品の名前の通り壁の隅に取り付けて棚のように使います。このまま壁の隅に取り付けて使うのもいいですが今回は本棚と壁に取り付けて使います。この商品には画鋲が付属しているので画鋲が刺さる壁ならこれを使いましょう。落として踏まないように気をつけてください。本棚には画鋲が刺さりにくいので本棚側にはダイソーで買ったゲル状の両面テープを貼り付けて固定します。他にもディスプレイラックの穴を大きくしてさっき使った木ネジで固定してもいいと思います。自分は面倒だったので両面テープで済ませました。取り付けは本棚と壁に沿って位置決めしてから取り付けしますがほとんど今までと同じような作業です。本棚側に両面テープがついているのでそっちを貼り付けてから壁に画鋲を刺すだけなので一番簡単な作業でした。壁に画鋲を刺すので賃貸とかだと使いにくいかもしれませんが大丈夫な部屋なら結構便利な
商品です。ガンプラを置いてみますが MG サイズだと1体が限界です。奥行きは多少あるのでバックパックが大きめのガンプラでも置けると思います。アクションベースの種類によりますがラックからはみ出るかもしれないのでポージングとかには気をつけた方がいいです。映像のような横に大きくない HG ガンプラだと3体ぐらい置けます。割と余裕があるので小さめのガンプラなら頑張れば5体ぐらいまで置くことができるかもしれないです。レッドドラゴンみたいな大きめのガンプラを置いたら2体ぐらいが限界ですが、武装を手に持たせるなど工夫すればもっと置けそうですね。これも磁石で固定して飾った方がいいです。2箇所で固定しているので割と振動に強いですが、何があるかわからないので保険としてやっておきました。他にも両面テープを使って固定するとか色々あるので好きな方法で試してください。ここまで見てくれてありがとうございました。今回は部屋が狭くても棚を増設できる方法を紹介してみましたが、全部100円で買えるのでガンプラの置き場所に困ったら増設してください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。